100人中98人が到達できない旅始まるよ。ということで今回は火山に行きます。本来のキャリアモードは4つ目のピークスで終了する。しかしある条件を満たすと5つ目が出現するのです。それが隠しロケーション火山であります。満たす条件はボスジャンプで火の輪をくぐるです。ほら火の輪がありますでしょ。ボスジャンプにたどり着いたけど火の輪がない。そうならないために火の輪出現の条件を満たしましょう。道中にファイヤーノートという難度マックスのステージがある。これをクリアするとボスジャンプに火の輪が出現します。1セッション中に全4種の火の輪をくぐるとようやく火山に到達です。到達率約 2% も納得の苦行。ちなみにこの映像は2025年3月に録画されました。初めて火の輪をくぐり実績を獲得した感動の瞬間。以上で説明は終わりです。早速火山への旅を始めましょう。火の輪くぐりで何度も残機を失うことが予想されます。ハイランズでは暗くなっても残機を増やすと良き。ついでにレッドも増やしクルーを雇いましょう。ボスジャンプの成功率を高めるのであればスピードオーブル、完歩力、着地インパクト、この3つが個人的には3種の神にヘビーグラチ値もあれば嬉しいが、あくまで体力減少値を抑制できるだけ。過信は禁物、衝撃がでかいと抑制しきれず2つ減ることもある。道中の安定という意味ではモディファイアなしが意外と重宝する。突然の道なしクソデカマックを回避できる。これだけでもこのクルーを雇う価値はある。クルーの引きが悪い時は再走も考えましょう。そうは言っても録画してると続けちゃいがち。暗くてもハイランズなら大丈夫。さあ火山に向けた第一歩であります。一応くぐりはしたけど条件を満たしたかどうかは不明です。なぜなら判定の成否はピークスまで持ち越されるから。故にピークスまではクリーンな火の輪くぐりが理想。いいですね。パンクがうまく入らなかったか、あるいは着地インパクトが必須の衝撃だったか。クルー次第では今のジャンプも成功になりうる。ガガ勢を自覚するならクルーは厳選しましょう。飛び出し方向が少し怪しいが高さと飛距離は完璧でした。今のジャンプはクルーなしでも成功したでしょう。次は森のフォレストです。個人的にフォレストは苦手なのでファイヤーノードだけ通ってあとは傾斜緩めを狙う。個人的にはここは火の輪くぐりも難度高め。火の輪に絡まっちゃったよ。燃えても追加ダメージは受けない。火の輪を考えなければこれでいいんですよね。だが火の輪をくぐるならここに着地してはいけない。頭だけをかすめる謎技術。右に飛び出してしまった。これはいいんじゃないか。輪に当たった分飛距離がわずかに及ばず、ここを突破するときは体力を2桁は残したいが少し左にずれた。ギリギリで耐えました。次はキャニオンです。これは別セッションの時の録画なのですがキャニオンの火の輪を説明しやすいので取り上げます。これまで火の輪は割と高い位置にありました。しかしキャニオンでは低めに位置している。ここのボスジャンプは飛距離も必要なので低く飛び出すと届かない恐れもある。そういう意味ではいやらしい配置と言えるでしょう。低く飛び出す勇気は必要なのです。ということで現在のセッションに戻りました。クルーはいい具合に揃ってきています。先を見据えて体力を増やしておきたいな。ここで720スピンに挑戦。行き過ぎた。行き過ぎ。なんとか助かったが戻らなければ。このチェックポイントを通れば OK。 さあ低めの火の輪くぐりだ。少し右だったか。これはいい飛び出し。火の輪をくぐれても届かなければ意味がない。でもだいぶ感覚はつかめたよ。少し飛距離が短いか。ここでまさかのフロントフリック。鮮やかな着地で見せキャニオンを突破しました。いよいよ残すはピークスのみ。ピークスのファイヤーノードは体力を削られかねない難度。キャニオンからグラマイゼロでここまでたどり着ければ御の字。ピークスの火の輪は少し特殊です。ピークスのボスジャンプは元々が2段構えで火の輪ではなく足場が宙吊りになっています。しかし火の輪を出現させると足場はなくなります。つまりワンジャンプで火の輪をくぐらなあかん。
正直ボスジャンク以外をまともに攻略する余裕はない。難所は傾斜を登って回避するね。ジャンクすれば最後もうリスポーンは使えない。後戻りのできない脅威がガバ勢を襲う。さあどうだ。惜しくも火の輪はくぐっていない。成功すれば特殊ギミックが発動するからね。少し高いか。強引に体をひねっていくが、そろそろこの辺りで決めますか。前輪が火の輪に弾かれた。しかし火の輪くぐりは成功。成功の証は火山へと続く両サイドからの炎の歓迎だ。という感じで火山へと突入してもいいのですが、体力が18残っていると緊迫感がないというか、ということで少し時系列を戻しまして、私の火山初挑戦の頃を回顧しましょう。この頃はまだクルーの選出が甘かった。そのあたりは次回に明らかになるのでお楽しみに。ボスジャンプにたどり着きました。ここからはダイジェストで火の輪をくぐったかどうかの判定ですが、おそらくファイヤーボールが表示されると成功です。ご覧ください。ジャンプには失敗しましたが、炎の道が出現しています。つまりファイヤーボールが正否の判定であると考えられる。リスポーン後も炎の道は消えていません。おそらくもう火の輪をくぐらなくても火山に行ける。しかし当時の私は炎の道に気づいてなかった。だから火の輪くぐりに挑戦し続けてしまう。そして迎えたラストチャンス。私のここ一番の勝負強さを見せる時です。完璧な跳躍成し遂げたぜ。私は最高のテンションで火山へ突入していきますが、問題なのは一度のミスも許されないという非常に緊迫感のある状態だということです。次回は火山に初挑戦する私の当時の緊迫感を皆さんと共有できれば幸いです。果たして私はどこまで進めるのか。また次の動画でお会いしましょう。